はい、こんにちは。アダルト・チルドレンについての電子書籍作家自分探しイズムです。このチャンネルではアダルト・チルドレンの改善方法や毒親育ちが生きやすくなるための情報を発信していますので、興味のある方は他の動画も見ていってください。また字幕も整備してありますので、必要な方は字幕の設定をオンにしてください。では今日は毒親からインナーチャイルドを救えということで話します。アダルトチルドレンはなるべく早く毒親の元から離れた方がいいですが、親と離れて暮らすようになっても苦しみがなくなるわけではありません。それまでの人生で自分の中に内面化した毒親に苦しめられ続けるのです。だから毒親が亡くなっても一生苦しむ人も多いです。本当の意味での毒親からの解放というのは、毒親と一緒にいたことにより生きづらくなってしまったパーソナリティを作り直してやっと解放と言えるのです。内面化した毒親とは、アダルト・チルドレンの自動思考のことです。自動思考とは、自分の意思とは関係なく無意識で浮かぶ思考です。毒親育ちは、この無意識で浮かぶ思考のほとんどが、毒親の毒に侵されています。そして人は無意識に生きていると、思考に従って行動します。だからアダルト・チルドレンは、無意識で生きていると、自動操縦で地獄へ進んでいるのです。なぜ歪んだ毒親の声を内面化してしまうのかというと、親が毒親であろうと、子供はその親から愛を求めます。嫌いでも一人では生きていけない以上、親に依存します。依存していると無条件で依存相手を正しいということにします。つまり毒親の言葉を正しいものとして、それに合わない自分を責め始めるのです。自動思考は四六時中やってきますね。ということは、四六時中自分を責めることになります。それを何十年も続けているうちに、完全に自分の心の中にその毒親の声が埋め込まれてしまったのです。このようにして毒親育ちは内面化した毒親の声を信じる脳になっています。認知の歪みは毒親の声だけではありませんが、毒親の歪んだ認知をたくさん受け継いでいます。そこでいい人のふりをしたり、人に優越することを目指したり、世間体を気にしすぎたり、怖がりになったりしています。それだけではなく、人間関係がうまくいかないし、抑うつ的になるし、いろいろおかしくなっています。さて、毒親の声とはどのような声でしょう。人によって違うでしょうけど、言うことを聞かないなら置いていくよ。だったらケンちゃんちの子になりなさい。あなたさえいなければ離婚するのに。家でゴロゴロしないでもっと働きなさい。ゲームばかりしないで働いてきなさい。心配だから言ってるの。みっともない。だらしがない。
何やってんの、人に見られたら恥ずかしいでしょ。だから言っただろう。なんでできないんだ。言った通りにやらないから失敗するんだ。あなたは何もわからないんだからお母さんの言う通りにしてればいいの。誰のおかげで大きくなれたと思ってるんだ。どこにそんなお金があるんだ。お前を育てるのにいくらかかったと思ってるんだ。もうお金ないのよ。お金がもったいない。毒親育ちはこういうことを何度も言われながら育ってきますよね。こういうことを何度も言われているから、私は誰にも愛されない。俺は邪魔な存在。私は一人では何もできない。俺は恥ずかしい存在。これができない自分は価値がない。人の役に立たないとここにいてはいけない。こんなこともできない自分が嫌い。自分が楽しむよりお金が大事。自分にお金をかけるのはもったいない。と感じるのです。このように感じるから本性で生きられないのです。アダルト・チルドレンは自分の本性で生きていると思っていても、ほぼ本性を選択していません。規範意識や世間体や心配や恐怖で行動をガッチガチに制限されています。そしてこの規範意識や世間体や心配や恐怖は内面化した毒親の声の変装と気づいてください。毒親の声に従っていたらアダルト・チルドレンは治りません。社会で生きていくにはある程度の我慢は必要ですが、今までのような他人の目、世間体、規範意識に縛られすぎなくてもいいんだ。つまり毒親の声に従わなくてもいいんだと心の底から納得できる必要があります。心理的に健康な人は規範意識と自分の欲求のバランスを上手にとっています。ところが毒親育ちは世間の目に縛られすぎるか逆にわがまま放題になるかのどちらかになる傾向があります。世間の目に縛られすぎて自分の欲求を犠牲にする人の方が多いと思うので、ここではそのような人へ向けて話します。この規範意識や世間の目に縛られすぎる自分を直すには、味方になってもらう体験が欲しいです。それも大人のふりをしている時の味方ではなく、本当の自分、つまり自分の中の子供の時ですね。子供の自分の時に味方になってもらう体験があると早いです。つまり本性で生きているのに味方になってもらえるという体験があると早いです。子供の自分は子供の頃に傷ついているのに手当てをしていないから今でも傷ついているんです。この傷が癒えていないから必要のないところで恐怖を感じたり、必要以上に恥の気持ちを感じたり、必要のない怒りを感じたり、おかしな行動をしてしまっています。味方になってもらって、この子を癒す必要があるのです。
味方になってくれる人などいないという人の方が多いと思います。いないのなら自分で癒す必要があります。なのにアダルトチルドレンはこの傷ついている心の中の小さい自分を見て見ぬふりして生きているんです。自分がかわいそうだと思いませんか？小さい頃に何があったのか、どんな事件があって傷になったのかを見つけてあげましょう。そしてその小さい自分は親に依存していたので、自分が悪かったと思っています。あなたは絶対に悪くないよと言ってあげなければいけません。そしてこれからは絶対に自分が自分の味方になりましょう。これからは毒親の声に従わないで、内なる自分の声、つまりインナーチャイルドの声に従って生きてみませんか？インナーチャイルドがこれがしたいと言ったら、めんどくさいとかお金がかかると言って却下しないで叶えてあげましょう。シュークリームが食べたいと言ったら、たまにはご褒美で食べさせてあげましょう。多くのアダルトチルドレンは、したいという自分の声で生きていません。しなければで生きる習慣がついています。ずっとこの生き方で生きているのです。だから今、楽しくないのです。人によっては抑うつ気分かもしれません。だとしたら生き方を変えないといけません。そもそも考えてみたら、しなければ大変なことになるという思考を植え付けた誰かがいるということです。毒親は子供を自分の都合のいいように操作します。子供の依存心や愛情欲求や承認欲求や恐怖を利用して操作します。そこでしなければ大変なことになるという思い込みを植え付けられたのです。こうやってできた内面化された毒親の声に今でも従い続けているのです。例えば毒親育ちは普通自分にお金を使えません。自分にお金を使うのはもったいないと感じます。それでいてお客さんが来ると高い出前を取ったりお金を使う人が多いです。そこまで自分の気持ちを無視していて、さらに無視していることにも気づいていないのです。やってることが子供を無視して、さらに無視していることに気づいていない毒親と全く同じです。これでは萎縮した心が回復していくわけありません。自動思考を変えるためにも、普段からこれは内面化された毒親の声なのか、インナーチャイルドの声なのか、意識して見分けられるようにしていきましょう。そして自分を大切にする生き方に変えましょう。人は無意識で生きていることが多いので、自分が考えている思考も無意識のまま過ぎ去っていきます。5分前に何を考えていたか忘れていることが多いです。
だから一度自分の自動思考をノートに書いてみてください。例えば、今晩ご飯のことを考えているとします。その思考を書いてみたら、こんな感じになったとします。今日はお寿司が食べたいな。でもお金がもったいない。この時間にスーパーに行けば、売れ残った半額弁当があるかもしれない。よし、今日は半額弁当を食べよう。この半額弁当を食べようを自分の内なる声のように勘違いする人も多いですが、違いますよね。内なる声は、お寿司を食べたいですよね。そして、スーパーの半額弁当にしようは、昔毒親がよく言っていた、どこにそんなお金があるんだ。お前を育てるのにいくらかかったと思ってるんだ。もうお金ないのよ。お金がもったいない。という声の変装です。つまり内面化した毒親の声です。子供の頃に、あれを食べたい、あそこに行きたいと思っても、それを言えない環境だったり、言っても叶えてくれない親だったのなら、これからはなるべく内面化した毒親の声ではなく、内なる声、つまりインナーチャイルドの声を聞いてあげませんか？アダルトチルドレンは愛されて育っていないので、心が成長していません。なぜ心が成長しなかったのかというと、心が萎縮して伸び伸びできなかったんです。これからはできるだけ伸び伸びさせてあげましょう。できるだけ食べたい、生きたいを叶えてあげましょう。心の中の小さい自分を毒親から守りましょう。心の中の小さい自分を幸せにしてあげましょう。そして内面化してしまった毒親の声をかき消していきましょう。もちろん現実問題として時間とかお金とか制約がありますよね。なのでその制約の中でできる限り自分を幸せにするという意味です。では今日のポイントです。今日考えてもらいたいことは、心の中にまだ傷ついている小さい自分がいるということです。まだ傷ついているから、必要以上の恐怖や必要のない怒りや恥を感じているのです。そしてこの傷ついている小さい自分の声より、内面化した毒親の声を優先して生きているということにも気づいてください。こんな悔しいことはないですよね。毒親育ちは小さい頃毒親に力でねじ伏せられていたのです。そんなひどい親の声を今でも聞いているのです。心の中の小さい自分がかわいそうです。ここに気づいてください。今生きづらかったり苦しい人生を生きているのでしたら、今までの生き方をしていてはいけないということです。今までの生き方は自分より毒親の声を優先していたと気づいたら、自分に好きなものを買ってあげましょう。自分が行きたいところに連れて行ってあげましょう。これからは現実が許す範囲の中で、そのような生き方に変えませんか？
では今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。では、バイバイ。